こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは、ひでチャンネルです。今回はイラストワンポイントアドバイスということで、オンラインサロンに添削依頼をいただいたこちらのイラストを添削していってみたいと思います。今回添削をお願いしたいのは、以前のご指摘をいただいた同時期くらいに制作開始したイラストになります。基礎練と合わせてできるだけ頑張りましたが、アドバイス反映できていない箇所もあると思います。そこも重ねてご指摘いただきたいです。ボッチザロックの北育代さんを書かせていただきました。鏡の前でその日のファッションを自撮りしているような情景です。意識した箇所。1、キャラ偽。設定画などを参考にし、頭身や顔を自分なりにできるだけ寄せていったつもりです。2、線画、シルエットの存在感。自分は線がはっきりしている絵が好みかなと思ってきたので、シルエットなどを意識してみました。ツッコミが欲しい箇所。1、まず前提として見落としている要素はないか。2、視線誘導について。視線が画面外に流れないよう参考資料にはスマホが中心にあるものを使用しました。構図的にも単純なので問題ないかなと思っていますが、考え方に間違いはないかコメントいただきたいです。ということで、こちらのイラストなんですけど、よくある立ち絵なので一見問題なさそうにも見えるのですが、ただこのイラスト、立ち絵のポーズを不安定に見せる要素が隠されているんですよね。皆さんはどこだかわかりますでしょうか？こういった立ち絵を自然に見せるためには意識して取り入れた方がいい簡単なポイントがあるんですけど、それをやらないとどこかぎこちない立ち絵になってしまって、せっかく頑張って描き上げた絵を台無しにしてしまう可能性があるんですよね。ということで今回は自然な立ち絵を描くときに取り入れるべき簡単なテクニックについてこちらのイラストを添削しながら解説した動画をお届けしていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ、初心者の人がよくやりがちなキャラクターがおかしく見える、ついやってしまう立ち絵を描く時の落とし穴がわかると同時に、どういったことをやればキャラクターの立ち絵を自然に見せることができるのか、その描き方のコツが分かっていただけると思いますので、キャラクターイラストの立ち絵を描いた時違和感が出てしまって困っている方、今回添削するこのイラストのどこに違和感があるのかを知りたい方はぜひ最後までご覧ください。イラスト添削のご依頼はオンラインサロンの他にセッサというサイトでも受付中です。優先してイラストを添削してほしい方は概要欄にリンクが貼ってありますのでぜひチェックしてみてください。またこのチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いいたします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分があるかもしれませんがご了承ください。それではやっていきましょう。添削をお願いします。今回添削をお願いしたいのは以前の指摘をいただいた同時期くらいに作成開始したイラストになります。基礎練として合わせてできる限り頑張りましたが、アドバイス反映できていない箇所もあると思います。そこも重ねて指摘いただきたいです。ボッチザロックの北育代さんを書かせていただきました。鏡の前でその日のファッションを自撮りしているような情景です。ツッコミが欲しいところ。1、まず前提として見落としている要素はないか。2、視線誘導について、視線が画面外に流れないよう参考資料にはスマホが中心にあるものを使用しました。構図的にも単純なので問題ないかなと思っていますが、考え方に間違いはないかコメントいただきたいです。ということで、パッと見の印象どうでしょうかね、皆さん。まあいろいろ気になることが僕はあったりするんですが、一つ目はスマホの持ち方、二つ目はタッチポーズのバランス、そして三つ目はキャラ偽。ということで、まず一つ目のスマホの持ち方なんですけど、こんなにカメラ低く構えるっていうのはちょっと気になるんだけど、この人腕まっすぐ下ろしてるのに、この腕の角度に対して手首が急にこっちになる。この手首の角度こうなるかな？ならないことはないんですけど、結構きついよっていう話ね。なんでこれが非常に不自然に見えちゃうんだよな。せいぜい構えるとしてもこれぐらいじゃない。片手で持って片手でボタンを押す必要があるんで、まあこういう構え方が自然かなっていう気がしますよ。ボタンを押す手の配置に見えない。親指と人差し指で支えてるにしても、親指でボタンを押そうとすると一旦親指カメラから離すんで不安定なんだよな、この持ち方。まあ、細かいこと言ってるように感じるかもしれないですけど、絵がどうとかいう以前にそういうところにやっぱ不自然さを感じちゃう。あと不自然なポイントをあぶり出すようで悪いんですけど、これね、結構ね、手がね、前に来るんですよ。つまり腕の円柱がこんな感じで前の方に向かってきているんで、それに対してこれ
面の向きがよくわかんない。これだけ見てるとほぼほぼ真横向いてるように見えるんだよね、この手が。それはこの円柱のラッピングラインが奥行きがあるような描き方をしてないから。だから腕が不自然な方に曲がってるように見えるのかな。あとこれもこっちにこう服がずり落ちてる感じに見せたいのかもしれないけど、一旦こっち行ってこっち来ちゃってるんで、こっちに服がずれてるんだったらこっからこう流れてないと、これがこっちに引っ張られてるってことだからね。こっちに引っ張られてるんだとしたらこっちからこう来なきゃいけない。あと顔のバランスもまあなんとなく若干違うかなっていう気もするので、その辺も踏まえて直していってみましょうかね。こういう感じでいいかな。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ここでこう来て一旦こっちの腰が上がってこうなっている。体の流れとしては S 字ラインがなんとなく取れているという感じですかね。だから頭こっち、こう来てこう来てこう来て S 字ラインがなんとなくこうなっている意識でいいのかな。そしたらあとは顔を描いていきたいんだが、なんとなくバランスが悪い。顎の先から鼻の先をつないだまっすぐなライン、これに対してこの目が斜めになってる、つまりここが垂直になってないっていうね、そんな風に見えると。まあその辺も踏まえてちょっと直していってみましょう。むずいねこの人の顔なんかこの辺だもんな、目の位置がね。で目は1個分も開いてないかもしれないですけど、この目尻がそんな下がってないのかな。鼻が目からこのぐらいの角度の位置にあった方がいいのかもしれない。で眉毛がこのぐらいの位置、眉毛のこのちょうど位置ぐらいこうなってる。おでこはちょっと広い、この辺ですかね。服もこっちからこう引っ張られてる感があった方がいいんじゃないの。で手はちょっとこの人参考にさして、でこの体のバランスに合わせてこのスマホを描いていきたいんだけども、スマホの上に指をしっかり置いて支えているってことですね。手首から手の曲がり具合がまあ自然に構えてるっていう体で考えたらちょっときつそうだっていう話ね。これぐらいがいいんじゃないのっていうね。この人ね、足細々なんだよな。骨の角張りが出るぐらい細々なんで、その感じで描いてあげたい。首細々やね。ちょっと髪の毛の長さ入れてってみましょうか。肩にちょっとかかるぐらいな感じでいいかな。そうしたらこの人に服を着せてあげたいんですが、まああえてたっぷりめのセーターを着てるんですよ。で手を前に出してるんで、こういうシワをあえて入れることによって手が前に出てる感は出ると思いますけど、もうちょっと袖口がだらしない感じでもいいかな。でこれも線が均等に入っちゃってますけど、回り込みに合わせて奥に行くに従って詰まるように描いてあげてほしいと。でここの靴下のラッピングラインもあんま深く入れすぎない方がいいんじゃない。靴はそのまんま広い感じでもいいかな。そうっすね。まあだからこんな感じになると。あとこのネックレスもまっすぐ下ろしておいてある。まあ見えなくなっちゃうなこれだと。まあしょうがない、そういうもんよ設定ってさ。っていうことでこれぐらいな感じがいいかな。ちょっと頭でかいかもしんないですね。足が短いのかな。もうちょい足長くするか。そうだね。これぐらいかな。
まあいろいろなんだかんだ言うてみましたが、ここまでで一旦まとめましょう。まずポイントが3つあると。スマホの持ち方、タッチポーズのバランス、キャラ似せということで、まあそうね、キャラ似せで言ったらもうこういうところをもうちょっと注意してみてほしいな。毛先とか顔のバランスもそうですけどね。まあやっぱ何にせよタッチポーズがなんかギクシャクしてる感じがあるんだよな。全部がこういう傾きになってるんだね、この人ね。だから重心としてはまっすぐ立ってるようでも膝もそうだし、肩もそうだし、顔もそうだし、こっちに傾いちゃってるから、まっすぐ立ってるようでもなんとなくなんかこう斜めになってるように見えちゃう。あとはスマホのこの手ね。手首がここにあったとして腕こうなってるわけでしょ。この手首の返し方はね、写真撮るときやんないかなっていうか、まあ僕だったらやんないな。実際まあ写真撮ってる人ってこのぐらいの高さの位置でカメラ構えるんじゃないっていう。下げてもいいんだけど、まあそれは理由としてはまあこの辺見せたいからっていうのもあると思うんだけど、位置取りするときに不自然かなっていうのがあったんで、それを踏まえてですね、ちょっとこんな感じのポーズにしてみました。まあバランスですね。こういうちょっとした S 字のラインを意識して入れてみました。この S 字のラインは困った時に使えるライン。体のくねりを S 字っぽく入れとくとね、いい感じに見えるっていう昔からの鉄則があるっていう感じで、まあ一旦書いてみましたので、これを元にですね、線画に起こしていってみましょうか。こんなもんじゃないっていうね。そしたら、この人の色を塗っていきましょう。で、視線誘導のために多分書いてあるであろうこの模様ですけど、この模様の描き方ちょっといただけないな。これが自撮りしているっていうテーマの絵であるとしたら、顔からスマホにかけてを見てもらいたいと思うんで、この白いダイヤモンドの模様が顔とスマホが収まるような配置にしてあげないといけないんじゃないでしょうか。ということでこんな感じになりましたけど、いかがでしたでしょうか。ポイントとしてはですね、スマホで自撮りであるっていうことで、まず一番最初に気になるのは、この位置にスマホを構えるかなっていう話ですね。お腹の下にスマホを構えてみてください。皆さん、ちょっと多分きつい。特に手首がかなりきついと思うんで、自然な位置に構えてあげてくださいっていうのが1点。
で、もう一点は、体の流れがよくわかんないんで、そういう時は、顔の傾きから、体の傾き、足の向きを通る S 字のラインを意識してあげると、それなりに全身流れがあるポーズになると思うんで、タッチポーズにしてもそういうのを意識してあげるといいんじゃないかなというところでございます。あと顔ね。顔に関しては似せる似せないってなかなか難しいと思うんですけど、キャラクターの顔の比率を見て似せるようにして描いてあげるといいのかな。あとオリジナルのキャラクターが結構足が細々のキャラクターなんで、これだと太ももがむっちりしすぎかなっていう感じがしたんで、ちょっと足細めにしました。ということを踏まえていろいろ直しました。よろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか？ということで今回はキャラクターの立ち絵を自然に見せるテクニックについてお話しさせていただきました。この動画も一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。